E 枠ですね、E 枠。フラップをね、上げるか下げるかのオプションですね。使う部品は同じなんですけど、取り付け部分を加工するかどうかってことです。部品が似てるんで、組み合わせ間違えないように。で、今回下げようと思います。下げようと。ここのどっちかをカットしてくださいということですね。どっちかを。下げる場合はこっちをカット、上げる場合はこっちをカットですね。外側がね、分かりにくいので、一個ずつやればいいんですけど、一個ずつやれば確かに分かりにくくはならないんですけどね。こうなんでね。これが、左側の内側のフラップ。ここの噛み合わせ、この部分の噛み合わせで判断できるんで、R ついてますよね。で、これも左側の部品だなと。で、カットする出っ張りを判断すればいいと思う。これ間違えると、間違えてもでも、間違えない方がいいですね。はい、間違えちゃダメです。こことここだね。カット。で、これは分かりやすい。これは接着線はちゃんと埋めた方がいいですね。これはこれで置いといて、その間にですね、ちょっとやっておきたいのが外翼の調整ですね。ここにつくんですけど、こうね、ほんのわずかに向こう側が見えちゃうんですよ。この部分の調整ですね。これ見ると前後はかっちりやってるんだけども、ここがちょっと大きいんで、その原因になってる部分を削っていくということです。裏側がその調整をしたいんですけど、ちょっと削ってやればいいと思います。一応反対側、左の方はちょっと削ってみました。あまり変わってないかな。あまり変わってないかも。この幅なんでまた奥パテでやってやればいいのかな。そうですね、パテを奥に仕込んでごまかしてあればいいでしょう。外翼のこの前円フラップですね。キャンバー付きのパーツとキャンバーなしのパーツ。実機はキャンバー付きということでこっち使うんですけど、こうやって見比べてみて僕には差が全くわからないです。多分
入れ替わってはないと思うんすけどね、今ごちゃごちゃ比べてる間に。もしかしたら入れ替わってるかもしれない。多分大丈夫なはずです。でこれもね、これ今ねすごく悩んでるのが塗装なんですよ。リベットがすごく薄いとこがあるんで、これね変な角度つかないようにつけないといけないんですけど、その辺かな。もうちょっとねこっちの方が厚みあるような。でこの辺のパーツも削り合わせしっかりやって変な隙間生じないように。そうだからこの辺の看護ですね、看護の調整、はめ合わせの調整をうまくやらないと、調整したら反対側がスカスカになってたってあるんでね。上下のバランス取れたところでやめとくのがいいと思いますけど。どうなんでしょうねこれね。分かった分かった。すげえいやここのこんなんは見えるかよまあ多分左右間違ってつけてもこれ分かんないよ。左右間違ってっていうか左右でねキャンバーありなしって間違ってつけても分かんないと思います。それぐらいの違いですね。ちょっとここの、こういうとこはパテで修正しよう。裏はいいんですけどパネルライン上がちょっとここの部分が嫌らしいんで、これはパテで修正します。翼端灯の感じいいなすごく。これはやっぱり翼端からつけた方が良さそうですね。ちょっと翼端取り付けるのにも結構大変です。微妙な調整をしながらなんで。でこれもおかしな風に斜めにならないように、こんだけのことなんでね斜めになっちゃうんですよ。斜めにならないように接着しましょう。結局ねこのままだとスコッと入らない。ある程度この出っ張り、この爪ですか、爪をちょっと上下左右削って調整しないと入らないです。で入ったにしろやっぱりこの合わせ目が出るんで、ここはパテで消します。パテでも瞬着でもいいんですけどね。こんなもんですかね。なんかちょっと
ちょっと塗りすぎたかな。大丈夫か。で主翼外翼との結構やっぱり開いちゃいますね。パテだけでいけるかな。まあ例によって奥パテですね。奥パテ、奥の方でパテ、奥の方にパテを入れるってことです。それでごまかしたいと思います。まあもう完全に埋めちゃってで彫り直すっていうのも当然ありだと思いますけどね。好きな方法でやればいいと思いますよ。もうねパテをねパテのところうまく彫れないんですよ僕。彫れなくはないだろうけど彫りすぎちゃう。なんだろう、なんかこうパテが崩れてくるようなね、そんな気がしちゃうんでこの方法を取り始めたんですけど、なので今パネルラインの両側にこうテープを貼って周りの筋彫りとかにできるだけパテが入らないようにしてるわけですけど、前にやったように前はグレーパテでやったんですけどホワイトパテを充填していきます。よいしょ。結局あれですが接着剤とパテと交互にくるんで筋彫りするとガタガタになっちゃうんですよね。その回避策ですわ。でこの前はいらないでしょうね。隙間になってないんで裏側もねほとんどこの後ろの部分ちょっと内役と高さが違うんですよ。でシンナーで裏に関してはちょっとまだ隙間があるか。例えば今のこの段差があるよっていったところとか前の方はもうほとんど隙間が出てないので綿棒で
これ爪楊枝は殺菌を尖らしてます。でこうすることで、奥の方のパテがなだらかになるつうかね。でこの爪楊枝でこれをやらないと結構ねガタガタが残っちゃうんですよ。じゃあパテが乾いたので、テープを剥がして、一応インテークのとこもこんな感じでちょっとストック入れてみたんですけど、当然周りにこう若干パテの立ち上がりができちゃってるんで、それをヤスリの親父のこんな細切りしたやつでちょっと鳴らしてやればいいでしょう。じゃあこの動力をつけていくんですけど、その前に前回の動画の中で間違い探しがありました。気がつかれた方多いと思います。インテークの中インテークの中なんですよ。ここの塗り分けすんの忘れてるこの状態で塗れなくないと思いますけどね。厳しいかな。最悪もしエアブラシでちょっと厳しいようならば筆でちょんちょんとやっていくしかないと思うんですけど、じゃあとりあえず、インテーク弁はインテーク弁で、インテークをインテークで置いといて、この動力をここに取り付けていきます。でちなみになんですけど前円のスラとですね、外壁の方はくっつけたんですけど、これは下げなかったです。っていうのは、下げるとね、下がる時っていうのはこう若干上に浮いてこう下がるんですよ。そうすると隙間から中のレールが見える。裏側も顕著に出てくるんで、それはちょっと作れないですか。僕作れないですから、これ上げちゃいました。あと後ろの、フラップとエルロンなんですけど、これが内側がフラップですね。このままだとちょっと入らなくはないけどちょっと厳しい。こんな感じですね。ちょっと中の構造も全然実機とは違うんですけど、そこまでいっちゃうのもどうなのかなと。こういう感じになりますね。こういう感じに。一応インストの方に 16.5 度まで下がりますよという記載があるんで、これはこういう上がった状態でもいいと思うんですけど、若干これぐらい下げてもいいと思います。これも左右間違えないようにフラップとのこの兼ね合いの部分があるんで、16.5 度以内であれば大丈夫ですから、逆に上げで
1度まで上がるってことですから、一翼これも、当然上げ1ですね。接着すればいいか。ですね、多分気がつかれた方もいると思うんですけど、これありえないんですよ。ファントムの場合ここに隙間は出ないです。これくっつけちゃってからいろいろこう調べてたら判明しまして、ね、どうしても一番確実なのがね、もう上げちゃうというのが一番確実ですよね。でどうしても下げたい場合はここの下の角を削ってやらないと、プラス削っちゃうとね、長さがおかしくなるんですよね。1ミリ2ミリぐらいかな。でそれの多分上がこんな平面ではないんで、高さもおかしくなる。そうするとやっぱりまっすぐくっつけるしかないですね。でこれ爪折っちゃったんですけどね、取ってる最中に折れちゃったんですけど、ちょっと付け直します。ダメです、これは。結構がっつり接着剤入れちゃったんで割れるといけないですから、そうですね。でもうちょっと突起を削ってもう若干奥まで入るようにしたいんですけど、結局これ今回貼り付けた後のこう接着剤で溶けたところがデコボコになってて、それが邪魔しちゃうので、折れました。これはダボなんですけどね、このダボが邪魔をしてる。いやどれでいろんな人の作ったの見てたんですけど、どれでみんなこれ開けた状態だったんだ。これですね、これですね。この位置で固定です。真鍮線かなんかかませますか。なんとかフラットにできましたね。でちょっと隙間がね開いちゃうわ。なんだろうな、なんかこうもうちょっと削り込めばよかったかなって感じもするんですけど、今度あんまり削り込んで届かないともいうのも痛いのでこんな感じですかね。裏側はねそんなにそうでもないか。でこれはこれでいいと思いいくはないけどもいいや。でこれ実は真鍮線は使ってないです。
ポキシボンドと瞬間接着剤を交互に塗ってやって、でちょっと押さえておけばすぐ固まるんでね、瞬間接着剤使ってるから。でこれで動かなくなりましたんで、24時間で完全に固着します。で主翼に関してはこんなとこですね。で次はね、もう塗装のこと考えようかなと思って、ジェットノズルもやろうかなと一瞬思ったんですけど、よくよく考えたらこの辺りのメタル調の色と一緒に塗りたいんで、そうするとやっぱり機体の方を塗らないとっていうことで、機体の塗装の準備というかね、まずここのマスキングなんですけど、キャノピーのね、でいつも飛行機模型作るときに気になるのが第一風防のこの隙間なんですよ。綺麗にかっちり合えばね、特に何もしなくていいんですけど、キットによってはこう接着して隙間が出るんで、そこをパテ埋めしてからそれから塗装すると、そうするとこの辺りとかもねやっとかないといけないんで、この第一風防とどうしようかな。第一風防やっちゃえば、ここはテープでペタッとやっちゃえばいいんで、第一第三風防の取り付けあたりですかね。そういった塗装の段取りをしていこうと思います。ただそれでいいのかどうか、他あとやんなきゃいけないとこあるかな。脚カバーはまだいいですけどね。とりあえずその辺ちんたら進めます。それではまた。